こんにちは、ヘビアのひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビをこれから飼ってみたい人向け、初心者が陥りやすい挫折ポイントをいくつかご紹介したいと思います。まず一つはですね、環境の維持がやっぱりどうしても難しいとなりがち。環境の維持というのは要は温度湿度なんですけど、日本は四季が春夏秋冬あるじゃないですか。夏はもう30、最近は5度、冬はもうどうですかね、もう1度2度みたいな、このアップダウンで、湿度も夏はムシムシジメジメ、冬は乾燥カリカリみたいなのの中で、そういう環境の中で、1年を通してボールパイソンに最適な湿度 60% 前後、温度30から32度を維持するのが結構難しくてという挫折で、ちょっともう僕には無理かな、私には無理かなと思ってしまうこともあると思うんですけど、そうですね、その解決ポイントとしてはいろんなものを使ってみるっていうのがいいかなと思います。こういう綺麗なページで買いたいっていうのはもちろんそうだと思うし、見てて綺麗なのですごく素敵なんですけれども、やっぱり1年を通してこの同じもので同じ条件を実現するのが難しいっていうこともあると思うんですね。なのでそういう時には、普段こういうのを使っておられる方は下に高いのを置いたりとか、後ろとか横から何かを当てたりとかすると思うんですけど、そういうのの組み合わせ技を使うだけではなくて、こういうもう一つでドンと、これは暖房器具もついてるし他のものもついてるしみたいな、見た目としてはこっちの方がいいんじゃないかみたいなものだったとしても、ちょっと環境をですね、今まで使っていたものとは一時的に変えて、温度湿度を確保するっていうことをしてもいいんじゃないかなと思います。部屋を丸ごと変えるとかラックを丸ごと変えるっていうのは難しいと思うんですけど、どうしてもね、この1月のこの時期だけは、湿度がキープできないんですとか、この真夏のこの一番暑い7月後半8月前半ぐらいの時期はどうしてもね、温度が上がりすぎちゃうんですよね、うちの環境だと。という場合はもうその時期は割り切って何か他の場所に避難させる、疎開させるっていうこともしてもいいんじゃないかなと思います。今あるものの中で何か完璧にしなきゃいけないっていう固定観念、今例えばこういうラックがあったらこれを完全に一年中完璧にしなきゃいけないということにとらわれるんじゃなくて、何かトラブルっていうかコントロールが難しい時期には、別のものを使ってみる、別の場所に避難させてみるという柔軟な心が結構必要というか、効果的なんじゃないかなと思います。ボールパイソンをお迎えした後で初心者挫折しがちポイントその2は、餌食べなすぎて苦しいというものですね。ボールパイソンは大体これぐらいの大きさだと、週に1回か2回ぐらい餌をあげれば十分なんですけど、食べない子はもう2ヶ月3ヶ月食べないわけですね。これはボールパイソンの拒食という機能で、例えばその性機能、性成熟っていうんですけど、繁殖の能力が十分に備わった時には食べなくなったりとか、あるいは冬寒い時期は活性が落ちて、消化がエネルギーがかかりすぎるので今ちょっといらないと言って食べなくなったりとかっていうのがもう機能として備わっている生き物なんです。で、うちだとですね、アダルトの大人のボールパイソンで最長で1年どれぐらいですか、1年 3,4 ヶ月食べなかった子がいますが、その後普通に食べるようになったと。これぐらい小さくて1年食べないとさすがにあれですけど、2ヶ月食べないとかってこともあるわけですね。で、2ヶ月食べないってボールパイソンを飼ったことのない方とか他の生き物のことに詳しい、犬を飼ったことがある、猫を飼ったことがあるでボールパイソンを飼ってみようという方だともう狂気の沙汰じゃないですか。2ヶ月食べないみたいな、インドの構想かみたいなのになったりすると思って心配だと思うんですけど、で実際にですね、うちの子が食べないから私もご飯が全然喉を通らなくてみたいな方も少なくないんですけど、これはだからちょっともう自分のストレスがすごくてボールパイソンと一緒に生きてはいけないという方も多いというよりはいるんですが、そこはそういう機能のある子だから痩せすぎてないか体重が落ちすぎてないかっていうのをちゃんとカウントしてあげて、それが正常な範囲であればもうそういうもんなんだというおおらかな心でいることが大事かなと思います。食べないだから難しい
かわいそう、私には飼えないではなくて、食べないことも機能として持っているヘビなんだよっていうことを思うことで、一つの助けというか解決というかになるんじゃないかなと思います。でね、いろいろ考えてみたんですけど、ボールパイソンを飼い始めていた方が、もうこれが原因で私はボールパイソンを飼うことを諦めました。もう何があるかなと思ったんですが、結構ね、ない。どうしても飼育環境が難しいっていう方はいると思うんですけど、そういう場合はいろんな器具のトライで解決できると思いますし、餌食べないからちょっともう苦しくなってかわいそうでっていう方もいると思うんですけど、それもそういう機能が基本的なヘビなんですよと思うことで助けになると思うし、考えるとその他にあんまりないんですよね。なぜならばボールパイソンというのはペットスネークの中で、また爬虫類の中ではかなり飼いやすい部類に入るわけですね。他だったらもっとシビアに環境や条件を提供してあげなきゃいけないとかっていう生き物もあると思うんですけど、かなり体としても強い方ですし、これが原因でボールパイソンを飼うのを諦めましたっていうのは実際には少ないので、これからボールパイソンを飼ってみたいなって思われるっていう方は、飼いやすいペットスネークなんだよっていうことを安心していただければいいなと思います。ボールパイソンってググると後ろの方に拒食とか出てきたりネガティブなことが出てくるかもしれないんですけど、そういうこともあるけど基本的にはとても飼いやすいし、その問題の解決もしやすいヘビなので、ぜひ、これから飼ってみたいなという方はそのことを参考にしていただいて、安心していただいて、新しい家族としてこの可愛いボールパイソンをお迎えいただければいいなと思っております。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。